情報を伝えるための英語は確かにもう AI がやってくれるだろう。ただどうも渡辺ロマンです。今回はですね、もうこの AI が発達した時代において英語を学ぶ必要はないんじゃないかっていう問題について、僕なりの考えを述べたいと思います。僕は、今24歳で、1年間勤めた大企業を次の6月末で退職して、そこからワーキングホリデーに行く人間なわけです。で、そのワーキングホリデーで稼いだお金を元手にして、自分が撮りたい旅の作品を動画にしたり、文章にするために撮影してくるっていう、そんなことを今やろうとしている人間なんですけれども、それにあたってやっぱり英語が必要になるわけですよ。だから僕は今自分が全然喋れない状態から英語を学んでいくっていうドキュメンタリー動画を別で出しているので、それは別で見てほしいんですけれども、でもそもそも英語を話せる必要ってもうなくなるんじゃないか、もうなくなってきてるんじゃないかみたいなところって当然ありますよね、この時代においては。忘れたけどイヤホンで翻訳してくれてみたいな、そういうイヤホンが出てきたりもしてるみたいな、そういう CM もやってたりしますよね。もうじゃあ英語学ばなくていいんじゃない？もう今の時代辞書とか文法書とか、単語帳とかシャドーイングとかで英語を話せるようになること自体がもう時間の無駄なんじゃないっていう、そこについて僕なりの考えを述べます。結論から言うと、確かに情報の伝達としての英語はもう AI にやらせておけばいいと僕は思ってます。どういうことかっていうと、例えば宿泊先のホテルに事前に連絡を取る時の英語とか、わからないけどメールをする時の英語とか、ホテルにチェックインする時の英語とか、店で何かを頼む時の英語とか、そういう事務的な手続きとか、本当に自分の情報をただ伝えるだけの英語に関してはもうどんどん AI を使ってやっていけると思うんですよね。もうメールポチって一つボタンを押せば全部翻訳してくれて、それを送信できるわけですから、わざわざそれを自分の力で直す必要もなくなってきていると思うんですよ。ただやっぱりそれは情報の伝達っていうところに限った話だと僕は思うんですよね。結局人と人が心を通わせて関係を深めていくためには、やっぱり自分の言葉で話さないと相手には伝わらないものって絶対あると思うんですよ。それはやっぱり言語的なコミュニケーションと非言語的なコミュニケーションってやっぱりあって、単に情報を伝え合う関係だけじゃなくて、その場にいるその空気感を共有しながら、かつちょっとした言葉のよどみとか、非常に感覚的な部分というか身体的な部分から発せられる情報って必ずあるし、やっぱそれが翻訳ツールを使ってしまうと完全に無機質なものにフィルタリングされてしまうっていうのは、どうしたってやっぱりね、関係を深めることにやっぱ難しいと思うんですよね、深めるのは。それにやっぱどうしてもラグっていう問題がありますよね。相手が言ったことを翻訳機が認識して、それを日本語、母国語に翻訳するという手間もあるし、自分が話したことを何らかのそのツールによって機械が認識して、それを英語にする、スペイン語にするとかわかんないけれど、そういう外国語に翻訳する、この一個クッションが必ず挟まるんで、そこにはどうしてもラグがあって、でそのラグっていうのが結局人と人との壁になってしまうと思うんですよ。本当刑務所の面会室みたいな感じで、あの面会室の透明な壁があることによって、どうしたって何かを共有していない感じ、情報は伝わるんだけど温度が伝わらない感じになってしまうんですよ。それだとやっぱりね、人と人が関係を深めるって難しいと思うんですよね。相手が暗いトーンで喋ってるからこっちもトーンを落として喋るとか、相手のその呼吸のリズムもそうだし、テンポもそうだし、そういうのをお互いに波長を合わせながら喋っていくっていうところを AI が完全に再現できるのかもしれないが、でもやっぱりそれは人と人との技術だと思うんですよね。そして何より自分の口で相手の国の言葉を喋るっていうのは相手に対する敬意になると僕は思うんですよ。例えば街でいきなり外国人に喋りかけられたとして、何も言わずスマホを見せられて、その画面にどこどこに行きたいですって書かれているパターンと、たとえ拙かったとしても
私何々行きたいとかわかんないけど、そういう拙かったとしても自らの口で喋ろうとしてきてる人、どっちが自分にとって嬉しいかって考えたら、もう間違いなく僕の場合は後者の人なんですよ。単に翻訳機で翻訳された言葉は情報としては確かに伝わるし頭で理解できるんだけど、どっちが心に届くかっていうと確実に後者だと僕は思うんですよね。そういうことなんですよ。だから結局いざ相手と密になって深い関係を築こうとしてきた時に、やっぱり自分の口で喋る必要が僕は出てくると思うんですよね。だから結局目的によると思うんですよ。単に情報を伝えるだけの英語さえ喋れればいいのであれば AI で問題はない。ただ外国の友達を作りたいとか、お互いの文化についてディスカッションをしたいとかなった時に、やっぱり自分の口で喋れた方がいいですよね。そしてみんながそうやって AI を使って、いろんなツールを使って楽に AI を喋ろう AI じゃない楽に英語を喋ろうとしている時代になればなるほど、その中でたとえ不器用でも拙くても泥臭く自分の口から喋ろうとしている人の敬意っていうのは相対的に大きなものに見えるし、ちゃんとリスペクトしてくれてるんだなっていう、その温度感はより伝わるようになると思うんですよね。みんながツールでやろうとしてる中で自ら勉強してその言葉を喋るわけですから、この人はちゃんと自分の文化に対してリスペクトがある人なんだなっていう気持ちはより深く感じられると思うんですよね。だからこれからの時代こそむしろ自分の口で喋れるように外国語を学ぶべきだと僕は思ってるし、だからこそ自分も学んでいきたいと思っている。それは一見非効率に思えるかもしれないけれど、僕としては逆に相手との関係を密にするという目的においてはむしろ効率的だと思っているし、情報をただ伝えるんじゃなくて、その場の文化、感情みたいなところをその場で共有していくみたいなのがこれからの時代の英語の役割になっていくと思うんですよね。実際僕も日本でカレー屋に行った時、大体日本のそのインディアンカレーはインド人の人かネパール人の人がやってることがほとんどなんですけど、その時に例えばじゃあネパール人だったらミトバヨって言うんですよ、帰る時に。ミトバヨっていうのはネパール語で、美味しかったよみたいなそういう意味なんですけど、それを言った時のもう相手の反応を見ると、僕が今喋ってきたことっていうのはもう明らかで、ものすごい嬉しそうな顔をするんですよ。もうその瞬間に全く交わらなかったような、その2人のこの国文化みたいなのがつなぎ合ったような、そんなすっごい不思議な感覚になるんですよね。これはやっぱ日本語で美味しかったよっていうのとではもうお互いの感情の動きがまるで違うんですよ。だからやっぱりね、外国語を学ぶっていうのはそういうところに意味があるんじゃないかって僕は思うんですよね。だからこれから僕は海外に出ていろいろ撮影をして取材をして、それを動画なり文章なりに落とし込んでいくっていうことをやっていくわけですけれども、やっぱり自分の言葉で相手と対話したいし、そういう風にしないと価値は生まれないと思うし、相手も本音を出してくれないと思うし、密な関係にはなれないと思うので、だからもう必死にもう英語を学んでいきたいと思います。僕はまだ全然英語を喋れるようにはなってないし、もうそこまでの時間もないわけですけれども、残りの時間でね、やれることはもう精一杯やって、で向こうに行きたいと思っている、そんな感じです。はい。ということで今回の動画は、もうこの AI 時代に英語を学ぶ必要はないんじゃないかっていうのに対して、僕の考えとしては、情報を伝えるための英語は確かにもう AI がやってくれるだろう。ただ相手と密な関係になるためには依然として、むしろこれからの方が英語を学ぶべきだ、そんなのが僕の考えですね。はい、以上です。